突然です。新エヴァです。ハラッセンということで始まりました陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、食べちゃいけないもの、撫でてはいけない猫の話なんかをしておる番組でございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、昨日私は何をしていましたかと言いますと、ですね、昨日と言いつつね、これもう昨日も一昨日もそうなんですけども、公開するのがその次の日なんで、一昨日の話をしてるんですね。まあだからなんだっていうことでもあるんですが、だから昨日と言いつつ一昨日じゃんとかね、まあアーカイブというか、別にこう時間軸がね、昨日一昨日こういうね、何月何日にという話をしていても、それを見るのがね、当日じゃない可能性の方が高いですから、まあどうでもいいといえばどうでもいいことなんですが、後々ね、自分で確認した時にこうね、日記代わりにしてるから、こう日付がずれてくるのを僕はこれちゃんと理解しておかないと、僕がね理解しておかないと、こう日付にずれが出てきてしまうので、ちょっとね、その当日撮ってる日もあれば前日に撮ってる時もあるので、その辺の整合性がねずれちゃうなと思いながらそんなことはもう本当にどうでもよくて、昨日はだから一昨日は何をしてたかというと、忘れ物をいっぱいしてましてね、慣れないものを買って用意してたんですよ。あることをね、それをね持って出るのを忘れたり、エコバッグを持って出るのを忘れたりね、本当に忘れ物の多い日でした。今日出かけることがあれば忘れ物ないようにねしたいなと思っておりますが、そして昨日ですね、一昨日ですが、見ましたプロフェッショナル仕事の流儀、庵野監督の、これはね、新エヴァンゲリオンを見てない方はちょっとネタバレといえばそれネタバレっていうようなシーンはあるので、ぜひね見てから見ていただきたいとは思うんですけども、見てなくてもそこどういうシーンでどうなんのみたいなところがね結構あると思いますよ。でもすごく良かったですね。ただね、こう何度も脚本を書き換えたりね、A パートをねこのままでいいのかと言いながら、アングルの話をしてました。こう見たこともないアングル、こういうシーンでこういう時の会話がなされている時の絵作りね、アングルどう決めるかっていうのをこうモーションキャプチャーのアクターさんね、芝居をしながらそこをこう回すわけですよ。でもこうアングルが違うとね、最初は監督自身が動いて撮るんじゃなくて、こういろんな他の監督が撮ってるのをこう見て違うな言いながら、結局自分で写真を取り出したりカメラを持ち出したりするんですけど、それでもこうアングルが決まらないんで、それの編集をするのにももうね何十テイクとある中からこう選ぶんですが、違うと。で結局これ脚本書き直さなくちゃとか言いながら、ものすごいこうね、自分が想像する以上のもの、つまり自分の頭の中にあるこう想像できるもので、それ以上のねものをどうすれば作り出せるかっていうのと格闘してるんですよね。だからね、思い描くプランというかね、こんな感じかなあんな感じかなって、それでもね突き詰めて考えるんですけども、それ以上の本当に思いもよらないものを最終的に絵に落とし込むにはどうするべきかっていうのは、庵野監督はこれまでいろいろというか、エヴァを中心に撮ってきた中でね、冒頭からいきなりもう絵コンテはいらないと
絵コンテで描いちゃうともうそれに従ってこう最終的な絵を仕上げるから、それ以上のものが生まれないから、こうそれ以上のものが出したいと。でそうやってアングルをね探るところが結構長くやってたりとか、本当にこう自分の想像を超えるところになったねものをね作ろうとしてるっていうのがプロフェッショナルでありましたね。だから周りの方も大変というか、いや大変どころじゃないですよね。いいも悪いも言ってくれないと。でどっちなのかはわからないけども、いいも悪いも言わないからまあダメなんだろう。でじゃあこんな案はどうだ、こんな案はどうだとかね、新しい、メカのデザインをこうしただっていうのも結局いいも悪いも言わないっていうのがもうずーっと続くみたいなところをやってて、あれなかなか厳しいっすよね。現場で実際に自分の仕事で置き換えてみた時にね、僕なんかこうなんかいろんなデザインするじゃないですか。で例えば陣内のやつにしてもね、最近はね陣内ねいいと思うっていうのは言うんですよ。口にはするんですけど、できてからね結構修正が入ったりとかするんですよ。やっぱりねこうなんで思い描くもの、まあ僕はよく叩き台代わりにって言ってこう仮の絵を出したりするんですけども、そこねやっぱりこうまだ自分の中で形になっていないものをひとまず形にしてみて、どこが違うのか、どこが思い描いているものと違うのかっていうのの確認作業の繰り返しになるんですけど、それをやっぱ庵野監督、カラーのスタッフ全員でねやってて、それがまた膨大ななんていうんですか量というかっていうののねワンシーンワンカットを延々それをやってるわけですから、まあとんでもない作業だとは思いますよ本当に。しかしねあれだけなんていう最前線でやっている方々っていうのはそれぐらいねの意気込みというかでなければダメなんだなって。だからものづくりしている人に限らずですけどもね妥協ねまあ締め切りがあるからとは言ってましたけども、本当にそんな風に見えましたねっていうのと、あとこう制作する姿勢がねこう2度ほどこう自殺を考えたけども怖くなってやめたっていう話が出てきましたけども、本当にあれをずっとプロフェッショナルを見てて僕は見た後すぐにね庵野監督ねごっほみを感じたと。ごっほみってねそんな言葉ないね。なんかでも若い子の間でそういう言葉遣いがされてるじゃないですか。なんとか身が深いとかねっていうので、あれを庵野監督のあれを見ててね、もう直前にというか原田マハさんのねたゆたえども沈まずを読んでおりましたんで、まあ少なからずゴッホのね生い立ち、まあそれは小説ですけどもフィクションですけどもゴッホの生い立ちのことも分かっていてどんな感じだったのかっていうのも読んでて知ってたんで、ある程度ねだからそのプロフェッショナルを見た時にすごくゴッホに近い、ゴッホがずっと描きたかったもの、最終的にゴッホは描けなかったんですけどもねセーヌ川が彼は描きたかったと。もっぱらのね本当のところはわからないですよ。でもただやっぱりセーヌ川が描きたかったけども描けなかった。ずっと苦労が絶えなかったみたいなゴッホのね精神的にも辛かった時期もあったし、辛い時期の方が長かったかもしれないですけどもみたいなところを読んでたんで、庵野監督のね密着を見た時に、ゴッホに近いねゴッホも最初に描きたい絵をずっと探して描いていった、最後は糸杉にたどり着くんですけどもみたいなところが庵野監督にもすごく感じられて見ておりました。
本当にすごいな、すごいの一言ですよ。だから昨日ねプロフェッショナルを見たんで、もう一度やっぱりまだね2回目のエヴァ見に行ってないので、近々また新エヴァを見て、もう一度ファーストインパクトではなくてね、踏まえた上でいろんな考察も聞いた上で、もう一回やっぱり新エヴァを見に行こうかなと思った次第でありますとね。ぜひまだねプロフェッショナル見てない方はNHK の公式でおそらくね NHK オンデマンドで見れるんじゃないですかね。だから、できれば新エヴァを見てから見て、そしてまた新エヴァを見てね、いろいろ何をどう描きたかったのかね、特にアングルね、結局このそのアングルの意味までこう読み解いてみたいなと思ったプロフェッショナルのお話でした。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またあとね、新エヴァを見た人とはこうお話がしたいのでね、ぜひ一緒に見に行きましょうとね、あれば本当にもう話したくてしょうがないっていうのはありますよね。そんなに詳しくないですところで、ありがとうございました。